唯一通年体に外さずやってるのは麻婆豆腐ですね。日本で僕が探してる豆板醤で欲しいものがなくて、めっちゃうちの常連さんでもあるんですけど、中国に出張よく行く、その人に一回ね頼んだんですよ。でそれを入れたらもうめちゃくちゃうまなって。やっぱりここの売りはソースとかも含めて全部やっぱ手作りでやってるんですよね。でやっぱり王道の麻婆豆腐、ここの四川の麻婆豆腐はやっぱすごく美味しいと思うので、この感じですね。本当に何食べても美味しい。絶対にメンマチャーハンを食べてほしい。絶対美味しいです。すごいですね。本当お店の雰囲気とかもすごい好きで。大丈夫。青言っちゃいかんよ。東大阪にある水戸駅にあるミートさんっていうところは美味しくておしゃれで、居酒屋なんですけど、居酒屋ってなんか言えへんぐらいおしゃれななんかだけど居酒屋なんです。もういろんな中華もあったり和食もあったり刺身とかなんか多国籍のいろんな料理もタイ料理もあるな。店主がそういう料理が好きで毎回なんか今日はこれにしようとかっていうのをやっている居酒屋やけど、なんか居酒屋って言いづらいよ、なんかおしゃれなとこです。ちなみにそこで何を食べたら美味しいとか山田さんのおすすめってありますか？カツオのわら焼き、じゃがいもナムルがうまいですね。東京の焼肉屋さんがなんか有名な焼肉屋さんがなんかオーナーさんが自ら椅子拭いてる風景僕見て、それこそいや確かに椅子ってめっちゃ一番使われてるけど意外と拭かれてないなと思って、でそっから毎日拭くようになったんですよ。忙しかったらめっちゃ汚れてるんで、それがめっちゃ面白いんですよね。いやもうこれもう毎日ですね。もう絶対にしないとなんか逆にもう本当に始まらへんみたいな。昔働いた居酒屋さんの時は終わってからそれこそフロア掃除と中とかで分かれてたんですけど、一人でやりだしてからこれ無理やなってなってうちメニューではあるんですけど、燻製のバスクチーズケーキっていうのがあるんですよ。でちょっとケーキがこの間のあれで全部出てしまったので、ちょっとケーキからとりあえず作ります。クリームチーズ柔らかくするために何したいねんと思った時に燻製してしまえっていうそしたら柔らかくなるじゃないかと。
あれお袋です。実家は果物屋さん果物屋と一応酒屋をしてるんですけど、そうですね、もう生まれた時にはもうそのスタイルになってましたね。じゃあもう本当長いですよね。そうですね、だから僕が生まれた時にはもうすでに店をやってたんで、だからおばあちゃんおじいちゃんの時っつってたんで、もうだいぶんじゃないですか。ちょっともう直接よいしょ。よいしょ。うちのスタッフのアルバイトをやってくれてた子たちが甘いもの食べたいっていうリクエストのもと生まれたんですよ。じゃあスタッフの声から生そうまれたですそうです本当になんか僕にない感覚とかやっぱいっぱい持ってるんで、締めの何々が欲しいってなって、で僕締めって言ったらラーメンやろうってやってたんですよ。でラーメンってめっちゃ奥深くてもう無理やってなって、で女の子たちがなんかやっぱスイーツちゃいますみたいな、なって、ほんでスイーツやろうかっつって最初プリンやったんですけど全然うまくないんですよ。で諦めてなんかスイーツ何好きやろうと思った時にチーズケーキ好きやしチーズケーキ一回作ってみろって言って、でなんか昔燻製のバスクチーズケーキが燻製チーズケーキみたいなのがどっかで見た時にケーキ燻製したら確かにうまそうチーズやしと思って、で出来上がったものを燻製するんじゃなくてもうこうやって一発目からこう燻製こうやってしてしまったら匂い抜けないんですよ。これがケーキ焼いても。お店オープンされる前までは、はい、どのようにされてたんですか？前職は立ち飲みの居酒屋さん、それこそ堺筋本町にある金獅子っていうお店で2年間働いてたんですよ。飲食っていう飲食はほんまにそこと、その前5年ぐらい勤めたハンバーガー屋さんやったんですよ。でそれまではなんか結構いろいろしてて、それこそ古着屋さんしたかったんで、もともと大学で福岡行って、そこから、そのまま27、8ぐらいまで結局福岡で古着屋さんさせてもらって、で帰ってきてなんかいろいろしました。本当に大黒ドラッグ勤めたり、その直後になんか自転車屋さんギラギラチャリアっていうに勤めさせていただいたりして、コロナ禍の本当最後ぐらいのタイミングでもうちょっと店したいってなってやりましたね。でまた実家の斜め前でやってそうなんですよ。それはなんで斜め前かっていうと、親父の仕事の引き継ぎをちょっとしとかないといけなくて、でそれもしながら店やるってなったら近場で水戸で探さなあかんなと思って、コロナ禍なんで水戸にいるじゃないですか、地元にいるんですけど、その水戸に行ってうわなんもないやんってなったんです僕が。でなんかいや店やっても面白いかもしれへんなっていうのでやりましたね。今でオープンして何年目ですか？今5年目に向かってますね。この地域性を度外視したことをやりたかったんですよ。四天王寺のプールストアジンっていうお店があるんですよ。で僕めちゃくちゃ好きで、そこスイーツ作ってる泉ちゃんって女の子がいるんですけど、ほんまにこうやって型をきれいにしてこういう感じでケーキを焼いてる姿を僕見たんですよ。で僕でそれを採用してますはい。それこそジンとケーキっていう組み合わせもそうなんですけど、そっから来てます。クラフトジンも今ちょっと一応こんだけあるんですけど、クラフトジンと言ったらケーキっていう組み合わせっていうのは一応そこから僕も。燻製してるんですけど、焼いてもそのまま燻製のあれがめっちゃ残るんですよ。それこそお酒に合うアテナ最後ラストケーキみたいな感じです本当に。
45分か焼き上げます。よいしょ。OK。よいしょ。これがいい。 OK。 よいしょ。これすごいですよね、でこっから一気にグワーって落ちてくるんですよ、あとはメニューに関しては基本的にうち結構日替わりなんですよ。紹介で言ってくれて陽平君もカツオがあって言ってくれてたと思うんですけど、まあその日の魚を仕入れたりとか、あとはまあジャンルで言うと結構中華が多いかも。で一昨日のメニューでこんな感じなんですよ、でこっから下ぐらいはもうほぼほぼ中華です、はい、中華とかアジア料理とかなんかでも一応コンセプトって言ったらなんかそこまでじゃないんですけど、なんか自分がイメージしてるのはこれも食べてあれも食べたいで、これも食べてあれも食べれたらいいよなっていうのがなんか自分の中でのなんかあって、で、まあ、めっちゃ分かりやすく言うと居酒屋です今日はお魚の気分やけどでもちょっとアジア料理も食べたいなとか、ちょっと最後に中華も食べたいなみたいな、なんかそんな感じで使ってもらえたらというか、メニューも見てもらったら、水戸でパクチーを出してる店がなんか少ないらしくて、なんか一定数のお客さんはパクチー食べに来たって言ってくれる人もいるし、そういうなんかこうまあアジア料理もあれば中華もあるし、和食もちょっとやるし。なんかなんかオールジャンルな感じですね。唯一通年というか絶対に外さずやってるのは麻婆豆腐ですね。もう麻婆豆腐はなんかもうそれこそ最初もうようわからん状態からやってずっと試行錯誤してやってたんですけど、ピーシェン豆板醤っていう豆板醤を日本で僕が探してる欲しいものがなくて、ある時にお客さんで中国に出張よく行く方がいるんです。で、まあ、めっちゃうちの常連さんでもあるんですけど、でその人に一回ね頼んだんですよ。中国でピーシェン豆板醤のめっちゃ熟成してるやつ買うてきて言うて、でそれを入れたらもうめちゃくちゃうまなって、これなんですよ。その豆板醤、これとこれを仕入れて、まあ、2つ入ってるんですけど、うちでそれ用の自家製ラー油をちょっと仕込みます。若い子なんですけど中華やってる子がいて、ラビリンスっていうそれ広島のお店なんですけど、でその子に「このラー油入れたらめちゃうまなんで」って言われて、でこのラー油とこれが自家製の、これちょっと余ってるやつなんですけど自家製のちょっとラー油で、もう今もうないのでこれを大量に仕込みます。セロリと、これがパクチーの根っこの部分、青ネギと玉ねぎですね。それはニンニクが入ります。よいしょ。でローリエが入って、これカルダモンが入ります。太白ごま油か。で、あとはもう放置プレイです結構色が変わるまでやるというか、マジでいい匂いなんです最高いつもこの仕込みの間に朝ごはん食べられるんですか？そうです。なんか朝一市場行って、今日も買い出し終わってから来て、で掃除してっていう流れなんですけど、でなんか掃除終わって飯食いながらやってる時もありますし、仕込みしながらこうやっておにぎり、いつもおにぎり。そうです。いつもこれはほんまにおふくろが握ってくれてるんですよ。
ぐらいの唐辛子をもう袋に入れてまとめてあるやつなんですよ、これが細かい真ん中粗いみたいな、油自体は一緒なんで、で言ったらネギにかけるのか唐辛子にかけるのかでラー油になる、まあこっちにあとごまを入れるんですけど、このいってるごまがあるんですけど、でこの中にいってるごまをぶち込んで終わりです、ラー油は。結構ラー油作りも試行錯誤されたんじゃないですか。そうですね、なんか何でもいいから最初入れてたんですよ、うまそうなやつ、でなんかいろいろ調べてたり、それこそ YouTube 見たりなんやしてて、それでなんかセロリ入れてるのとパクチーの根っこ入れてみたら確かにうまくなるかもと思って、なんかローリエとカルダモンはなんかのレシピを引っ張ってきた時になんか見てて入れ出しましたね。もうじゃあ結構ラー油の味は完成形です。そうですね、なんかその入る具材はなんかほぼほぼ今はこれに落ち着いてる感じですね、本当に。でレシピっていうか、それこそ出てたそのまんまる食堂さんもラー油作ってると思うんですけど、多分ラー油もあっこは魚介系のラー油やし、僕はなんかどちらかというとほんまになんかかける系と言ったら変ですけど、それこそ何に使うかって言ったら、うちウンパイローっていうメニューがあるんですよ、それも言ったら最後ラー油かけるんですよね、であとよだれ鶏もラー油かけるでしょう、麻婆豆腐もラー油かけるんで、いわゆるこうどちらかというと重たくないラー油を作りたかったんですよ、だから米油と太白にしたんですよ。ちょっと色がね、まあ焦げてくるというか煮詰まってくるったら大体終わりです、あんまり色をつけすぎるのも良くないんですか。焦げちゃうんで、なんかこれぐらいで大体やってますね。焦げの匂いが結局油に移っちゃうんで、この感じですね。市場行ってなんかこれいいなって思うものがあってメニュー決まっていく。そうですね。なんかそれこそ今日なんかたまたま行ったら倍貝が比較的リーズナブルな感じで出てたんで、僕も好きやしちょっと買おうと思って。もう一回ちょっと洗います。よいしょ。うまい。飲食店って一番僕がやりたいことがグッと詰まってる場所やったんですよ、それ何かっていうと、古着屋で働いた時にめちゃくちゃ人が集まるお店やったんですよ、でそれがなんか僕の中ですごい楽しくて、なんかそのいろんな人が出会うことによっていろんな世界観が広がっていって、出会いで人生変わるよなって思って、なんかいずれこんな店したいみたいな、がずっと漠然にあったんですよ、でたまたまその飲食やったっていうだけで僕が、でそれなんでこう飲食やったかというと、やっぱりいわゆるこう社交場じゃないですか、で服ってやっぱり服を買いに来る人だけなんですけど、飲食店で別に逆に言ったらそれをおしゃれしていくっていう場所でもあるし、結局僕やってたことがなんか結構つながってたりとかするし、なんかそれでテンション上がって お酒美味しくてご飯美味しくて
いろんな人と出会えんのやったらめっちゃ最高やんっていう場所をちょっと作りたかったかなみたいな。ごめん、よいしょ。おい、ハイボールナムル、はーい。カキフライ、はーい。そんなに一番そう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 。 D さんからいけるし、そうそうそう、D さんやったらいけるやろ。信頼関係 D さんなら。4時ぐらいからうちでお茶して違うな。お弟子さん。もうトロトロになるまでじゃあもうミキサーかけちゃった。よいしょ。どうぞ、お刺身です。ここ置きましょう。どうぞ。まんまるさんのメニューを、聞いて作ってます。リンゴスチューハイでまんまる食堂がやってて、でそれを教えてもらいました。はい、ごめんなさい。やります。なんか逆になんかそういう風なエキストラ雇ってるみたいな。でも土曜日ってこうなんですよね。ちょっと最近ありがたいことに。そうですよね、本当に。そうそう、それがめちゃくちゃおもろいです。よいしょ。
おマットさんカキフリャーです。いきます。どうぞ。ジンはお酒です。食事に合うかっていうとどっちか最後とかに飲む。これがねちょっと今カンニングペーパーしますね。それこそねプールジンクラフトジンから僕今回買ってるんですよこのジン。船置きまーす。どうぞ。はい。じゃあこれ。うちのスタッフめっちゃつまみ食いするんでそれも絶対収めといてほしいんです私の唐揚げどこ行ったみたいな。マルのスパイスなんですよ。はい、作ってくれてるんですよ。はい、お待たせです。どうぞ。絶対にメンマチャーハンを食べてほしい。絶対美味しいです。ほんまにしっとり系のチャーハンで、もうメンマの味が効いてて、めちゃくちゃ美味しいんで、絶対食べてほしいです。にしてパクチーは横につけております。はい。来たらいい。いつも入ってきてるやん。いつも入ってきてるやん。アイス買った。アイスすごいな。アイスのパワーやばいな。お子さん映っても大丈夫ですか？全然大丈夫です。はい。むしろ映りに来たやんな。これ噂の調味料。あ、そうです。噂のお豆板醤が2種類入るんですよ。
普通の豆腐なんですけど、まんまる食堂あるじゃないですか、の奥さんが市場で、飛鳥食品っていうのをお父さんがやってはるんですよ、そこ僕いつも行ってるんですけど、そこでこれを買ってるんですよ。で、これは消泡剤不使用なんで、シンプルに豆腐食べてもめちゃくちゃ美味しいんですよ。知らんて。よし。急に。ほら。よいしょ。おまっとさんです。さき麻婆です。起きますね。はい、どうぞ。盛り上がってる。紹介していいですか。僕の密輸担当の B さんです。大丈夫。青言っちゃいかんよ。なんか出張でたまに海外とか行くんですけど、その時の、お土産で、全然違法じゃないですよ、違法じゃない、普通にお土産を持って帰ってきた時にたまに止められたりしてますけどでも言ってちゃんとパスはしてますよ。それがミートのいろんなところの料理に入ってます。あれおかんそっくりでしょう顔。おふくろです、僕ね。の。おやすみ。どこやなと思って。ナス揚げ浸しです。どうぞ。パクチーサラダ、食べる。シェアしましょう。シンプルイズベスト、めっちゃうまい。
最初です。言い方。雲白楼のタレです。はい。はい、どうぞ。僕は何回も来る結構常連の方なので、毎回同じようなメニューだと飽きちゃうところがあるんですけど、毎回メニューが違って毎回新しい出会いのがあるというか、そういうのを楽しみに来るところもあるので、そこがこのお店のいいところかなと思います。普通はクリームチーズ豆腐ですね。もうあったら毎回食べてほしいです。あれはあんまりツンとしなくて、まろやかなわさびなので、結構その豆腐としっかり合って美味しいので、ぜひ食べてみてください。はい、お願いしましょう。はい、皆さんが思う、ここは名店だ、ここはおすすめだと思われるお店をご紹介いただきたいです。さっきも言ってたんですけど、プールっていうお店なんですけど、プールさんは夜はバージンのお店なんですよね。でもお昼はカフェしてて、そこのカフェメニューのケーキがすごい美味しいです。で、もともとその女の子はパティシエしてて、それこそ季節のスイーツと定番のチーズケーキがあったりとかもするので、で、夜は本当にそれを食べながらお酒飲めるっていう。だから何食べても本当に美味しいです。あとは、ちょっとスイーツ縛りみたいになっちゃうんですけど、仙台市にあるフィグっていうお店です。もともとパティシエで今グラノーラしてて、グラノーラも食べれるお店なんですけど、それを使ったパフェがあるんですよ。で、それがなんかめちゃくちゃ美味しいですね。あとは、僕はもう天ぷらの小崎さんが本当におすすめというかすごいなって。何食べても本当にコースで出てくるんですけど、びっくりするぐらいリーズナブルです。あとはもう小崎さんは全部いろいろ教えてくれるです。小崎さんはあれどこやったかな、昭和町とかあっちの方だと思うんですけど、いいお店ですね、本当に。はい。もう一軒ちょっとありまして、堺東にあるクリアっていうホルモンの焼肉になるんですけど、そこももうめちゃくちゃ良くて、何がいいかっていうと、お肉はもちろんなんですけど、お米が抜群にうまいです。で、あとは、いわゆるサイドメニュー、例えばナムルとか、そんなんもめちゃくちゃ美味しいんで、店主さん、アチャ君って言うんですけど、アチャ君のキャラもいいですし、僕もランクル乗ってるんですけど、彼もランクル乗ってます。そういうちょっとつながりもあって、もしよかったら。はい。スーちゃんと、クミちゃん、あと、ふーちゃん。レギュラーはそういう感じかな。ほんまにあと東京にうららっていうのがいます。はい、影武者とエリアマネージャーのちのちゃんっていうのがいるんですけど、まあ今ほんまにこうやってやってくれてるのがほんまに歴代で働いてるのがまずスーちゃんなんですけど、スーちゃんでもお母さんをなんか返してうちで働くようになってる。まだその当時は高校生でした。18から知ってるってことやもんね。っていうのがちょっと僕は恐ろしくなってきます。私他のバイトもしてるんですけど、まあ、結構行きたくないなとかサボりたいなって思ったのは正直あるんですよね。でもミートは一回もそれがなくって今までほんまかほんまだよで、なんか行くたびにその知ってる顔のお客さんが増えるのがめっちゃ自分的に嬉しくって、今日来てくださってる人たちもそうやし、大学生活だけじゃ絶対に交わらない人たちと毎週おしゃべりができるから、それがめっちゃ1週間のモチベになってます。お父さん泣きそうやでこれあともうそのモチベーションモチベとかって言わんといてほしいなんかちょっと違うなモチベーション編集してください